出た。すげえ、出たよ。あ、出た。来た。大きいマイワシをね、たくさんいたんで、お、食った。うわー、今。あ、糸が、切れた。糸が出なくなっちゃった。なんで今。さあ、再び調布飛行場から新島へ。今回は大物用のタックルを持ってね、3度目の正直勝負に行ってきます。今度こそ。はい、ではご案内します。どうぞ。はい、ありがとうございます。もう慣れたもんで無人で置いてくれてますね。取りましょう。今回はね、マグロも視野に入れてきてますからね。すいません、荷物を受け取りに来たんですけど、これだ、これとこれかな。はい、ありがとうございます。でかいな。まあ今回も想定外のことが起きるというか、前回とは全然違うシチュエーションで釣れたり釣れなかったりするんだろうな。まだ鳥は健在。多分イワシまだいるな。さあ、このタックルで持ってきましたよ。宮崎から送料1万7000円かけて、いろんな人に手間をかけてもらって送ってもらいました。これならやれるでしょう、かかっても。さあ行きましょう。いればこのでっかいミノーにも食ってくるような気はするんだけどな。いればトップウォーターとかは持ってはきたんだけど、まあいろいろは変えてやってみましょう。とりあえずはミノーで。やっぱ奇跡的な話だったんだろうな。あれは再現はできそうにないな。マグロ釣りたい。まあマグロ釣りに来たって言っても神出鬼没ですからね、あいつらは。まあ大体でもこうやって遠征できた時ってなんか前回の釣りを思い描いてくると思い通りにならないこと多くて、でまた全然違うところで全然違う魚釣れたりするんで。もしもし。聞こえる。なんか今釣れてる？ちょっと下がっちゃったよね。16度だよね。急に下がっちゃったよね。水温下がったんだ。クジラとかどこ行っちゃったの？式根行っちゃったの？なんか50何キロかなんか上がったんでしょ？マグロはちょっと新島あんまし釣れてないみたい。式根では昨日も上がってんだって。今式根島にいるんですか？そう、式根側なんだって。式根島って隣ですか？隣。ここから行こうと思ったら行けるんですか？行ける。高速船かなんかで。連絡船に式って行ったとて日帰りで帰ってこなきゃいけないし、行ったとてな連絡船に式ってあるから水温ずいぶん下がったんですね。下がった。16度。いつからですか？日曜日ぐらいから。徐々にあれなんですかね、黒潮離れてってるのかな、水温下がってきてるってことは。ね、だけどあっちの式根の方ではいるからどうなんだろうね。これか、連絡船2式。
にちは。はい、こんにちは。今日の式根島行き3便って出ますか？出ます。あ、出ますか？出ます。乗りたいです。揺れますよ。はい、酔い止め飲んでいきます。海こんな状態だけど本当に出んのか？大丈夫なのか？この界隈鳥まだいるんですけど、やっぱねだいぶ少なくなりました、あの時に比べたら。でやっぱ今は式根島にイワシも寄ってるらしいんで、あっちに行ってみようと思います。島の人からしたらバスみたいな感覚なんだろうな。そんなに大きい船じゃないんだよな。漁船よりは一回り二回り大きいけど。さあ到着しました、式根島。15分間の大荒れの航海でした。まあ荒れ具合はまあまあそんなに大したことないらしいですけどね。とりあえず外洋に面した桟橋というかにやってきたんですが、結構釣りしてる人いっぱいいますね。多分最近マグロが上がってるからでしょう。早速夕まずにやってみましょうか、宿に入る前に。ちょっと雨が降ってきたな。結構雨降ってきたな。なんかでもこういう天気の方が大物は出そうじゃないですか。今回短時間ですからね、やれるだけのことはやりたい。次はジグ。水深測ってみよう。26、27、28、29、30秒か。深いなあ。結構水深がありますからね。ホッパーとかで下の方の魚をこう寄せた方がもしかしたらいいかも。おお、すごい。うわ、すごい。すごい引きですね。すごい。本当に釣れるんだ。すげえ。でっけえ。いた？緩めていい？どうだ？おお、すげえ。緩めるよ。ちょっと持ってってもらっていいですか？はい。ちょっとからお願いします。よっしゃい。せーの。よっしゃい。ちょっと待ってください。いける。もう少しなんだけど。あ、いった。うわー、すげえ。やったー。うわ、すげえ。なんちゃこりゃ。いや、あるんじゃないですか。いや、あるな。昨日もこれと同じぐらいでしょ。でもこれよりでかかったと、小さかったと思う。これはすごいわ。これあると思う。長さはこれの方が。これあると思う。いいっすね。いい顔してますよ。いい顔してるね。いい顔してる。ちょっと待って。すごい。いい顔してる。前は最初の頃は朝方食ったんだけど、最近はもうずっと夕方。昨日も夕方上がってましたよね。昨日だっけな。昨日は多分3時ぐらいじゃないかな。そんなぐらいの時間に上がるんですか。真っ暗になって俺がかけて。へえ。YouTube で出てた人。そう。そうです。いや、かもしれないと思いながら。新島にまた来たんですけど、
新島の何でしたっけ？はい、全然釣れなかったですけど、ヒラスズキは。あとマグロバラしたの。マグロバラして。すごい。よいしょ。やっと着いた。やっと着いた。車だと徒歩2、3分だけど歩くとなかなかきついな。よいしょ。木肌が上がってて見とれてました。取らなかったの？あ、僕ここでいいんですか？うん。ありがとうございます。私は手伝ってました。すごかった。そのマグロの煮付けとマグロのネギトロは昨日釣れたマグロです。木肌ですか？すごい。へえ、そうじゃないかなと思ってたんですよ。そうそうそう。持って帰れない分。すごい。最近なんか毎日新島にいたんですけど、毎日木肌がこっちで上がってるって聞いて、はい、今日来たんですよ。今日来たらもう速攻連れててびっくりしました。こっちはね、構図から来たの。あ、木肌釣れてる。木肌にみんな釣られて。木肌に釣られて僕も来ました。リーダーも結び替えておきましょう。前回は自分の力量不足とあとタックルの不足もあってね、悔しい思いをしたんで、今回はね万全の状態でやっていきます。よし、やっていこう。ドラグ設定。よし、行きましょう。ショアマグロなんて、しかも堤防からなんて一生に1回あるかないかだよな。意味があるのかどうかは分かんないけど、カラーチェンジなんだっけ、血みどろイワシだっけ。今ね風が横風気味なんで、もうねミノーぐらいしか引けないんですよね。トップは無理です。水面滑っちゃうんです、風に流されて。今までどんなとこいろいろ遠征行ったんですか？伊豆シートが多いんですか？西表とかも大好き。あ、西表行ったんですか？マジですか？西表は何ですか？ GT ですか？そうなんですか。もともと虫好きが高じて釣りに行ったんですね。で遠征行くとやっぱいっぱいいいとこあるじゃないですか。そうですね。なんか適当にやれば分かんない。ありがとうございます。ありがとうございます。風が強くて風弱くなるまで。風が強くてありがとうございます。ありがとうございます。どうも。朝ごはん届けてくれました。朝はね釣りするからお弁当というか朝ごはん大丈夫ですって言ってたんですよ。じゃあねおにぎり握ってくれましたね。ありがたい。これは何だろう。あ、鮭だ、鮭とおにぎりですね。でも利尻島はクマいないんで利尻島も行ったんですよ。利尻レブンも行ったんですけど、もういないんだ。クマいないんですよ利尻は。よし。旅の中でもらったダイビングペンシルです。手作りなんですよねこれ。おお、ムロアジですか？初めて見た。草屋になってるのしか見たことなくて。これがムロアジ。なめろう美味しいですよね。足が速いんだよね。細長いなんかアジだ。いや、ここの席がね。あれかな、やっぱムロアジが連れ出して、昨日もこの昼ぐらいの時間、この2便のフェリーが来た時間ぐらいから
の後からですよね、ヒットしだしたの。てかやっぱ青物って回ってる時は明確に地合いがあって結構ずれないですよね。その地合いで毎日食うこと多くないですか？それはありますね。場所によってですけど、すごい分かりやすいとこありますね。そうですよね。なんか食事の時間と場所が決まってるような感じで規則正しく動いてくれますよね。マグロがどうかは分かんないけど。来るかな。ありますよ。使ってないです。今日はないです。朝からずっといるけど今日はないです。ダメ、やる気なかったのかな。やる気なかったです。16度だから冬があんま悪いんだよね。ああ、やっぱ下がっちゃったんですよね、急に。ダメですね。今日は朝からやってるけど、はい、2人ともバイトなしです。バイトない今日は。はい。今のおじちゃんギャフ置いて帰っちゃいましたよ。ギャフというか森だけ置いて帰っちゃったけど、釣りするわけじゃなくてわざわざ持ってきてくれたってことですか？なんて優しいんですか？島はみんなでなんかマグロを追ってるんですね。試行錯誤しながらギャフ作って森作ってさっき聞いた話なんですけど、ダイビングペンシル扱う時マグロはですね結構こう錆びた後にステイした方がいいみたいです。長めに。その方が食うのか、食うのが下手だから止めるっていうのもあるんでしょうけど、そんな風に聞きましたよ。意外とだからすごい速い動きでずっとやってなきゃいけないかっていうとそういうわけでもないみたい。速くないと見切られるかっていうとそういうことではないみたい。お、来た。お、来た。今度は取ってくださいよ。いける。乗ってる。まだ乗ってますよ。あれ、こっちに走ってきてんのか。取れた臭い。取れた。うわ。くそ。早く投げた方がいいですよ。食ったか。ミノーですか。今ので抜けるのか。いや、悪くなかったけどな。今のフッキングしてそうでしたけどね。もう引っ張って出ないぐらいでいったの。あ、本当ですか。ただ巻きですか。食ったすげえ。いや、結構もうフルキャストぐらい。あ、本当ですか。じゃあ遠いんだ。いや本当けど予想通りの時間に来ましたね。そうですね。でもここからですね。やっぱここからですよ。沖にクジラがね今いたんですよ。クジラがいるってことはイワシがいるんじゃないかな、周りには。あいつら1日に1トンぐらい餌食うらしいですからね。鳥が飛び出した。あの鳥の下はマグロかクジラいるんじゃないですかね。いや、なんかはい、多分あの鳥の下はマグロかクジラいますよ。待ってますよね、突き上げるの。もうちょっと近づいてくれたらな。いやーまだありそうだな。今3時40分ぐらいかな。多分こっからなんだよな、昨日のことを考えたら。ちょっと風が正面になったんでジグに変えます。飛ばない。1日やってら1回ぐらいチャンスあると思ったけど甘かったか。お、イワシがいる。やる気が出ました。来た。イワシです。イワシがいる。イワシがいますよ。最後にねドラマ来るかもしれないですよ。
ま無理に巻かない方がいいっすよね。無理に巻かない方がいいよ。来るから弱ってくるからさ。寄ってきた寄ってきた。そろそろ姿見えるんじゃないですか。やんない。変わりますか。オッケーです。変わります。変えます。いきます。はい、オッケーです。もうそこまで寄ってますね。多分暗くて見えないけど。これはきついわ。ほら見えた見えた。これめちゃくちゃでかいですよ多分。見えた見えた。あ切れた。いやー切れたんじゃない、外れたんだ。外れた外れた。ごめんなさい。いや申し訳ない。いや限界だったんだ。申し訳ない。いや悪くないです。誰やってもダメです。くそー、でも悔しいっすね。いや申し訳ない本当に。いや一人じゃまず上がんないんでこんな。いやなんとかやったけど。もう疲れた。しょうがない。いやもうこればっかりはしょうがないよ。いや悔しいけどでも本すごい。当に針伸びてますか。いや針伸びてないからだから本当かかりがもうギリギリかかってたんですかね。ダメだったんですね。巻きで食ったんですか。いや普通にしゃくってたら食ったんですか。しかもすげえ手前ですよ。目の前です。いやおおやばいな。やっぱやるべきだった。やりましょうやりましょう。ダメですよやらないと。これはいやし終われた。隣の人がイワシかけたんですよ。夕方。そう早く投げろ。あでそしたらもうその後この釣り毎日できるかって言ったらできないですよね。2日連続でやったら結構やってますねよく。でやってから自分は明日行っても多分投げらんない。僕もなんか正直。今手プルプルしてる時点で結構ダメだろうなと思って、お箸持つのも結構ちょっとしんどいですもんね。プルプルしてて。普通になんか一緒に一本取りたかったですね。釣りたかったです悔しいね。ですね。いや一緒に魚拓と名前入れましょうって言ってくれた時超嬉しかったんですよ僕。全然僕人なかったから。いや本当ありがとうございました。いやこちらこそ。普通に次行きましょう。行きましょう。ぜひまたどっかではい。行きたいですね。またリベンジしましょうこれ。絶対行きましょうどっかで。それから自分が遊び行くんで。神津島も行きたいですね。ありがとうございました。またじゃあいつかはい。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。鳥が飛んできたな。届くか。届くな。本当はね今日マックスの予定だったんですよ滞在時間で。この後屋久島に行くんですけど、屋久島は相棒と一緒に行く約束をしているので、これ以上伸ばせないっていうことだったんですけど、1日だけ伸ばそうと思ったら1日2日伸ばそうと思ったら伸ばせるんですよ。で相棒に相談したらこんなチャンスもう二度とないんだからやってきなよって言ってくれたんで、そうで、遅れる可能性があるんですよね。その海が荒れたりするとこの島から出られなくなる可能性があるんで、それがなければ全然予定通り相棒と合流できるんですが、ただ相棒もねそう言ってくれてますし、もうちょっと伸ばしてやってみます。でも一回新島に戻ってレンタカーを返却して、で向こうでも宿取ってるんで向こうの宿もチェックアウトして、でもう一回戻ってこようと思います。はい。荷物をなるべく身軽にしてある程度物を送って、で飛行機とか諸々の時間を変更してもう一回戻る。よしバタバタでしたけどなんとかなりました。
新島の宿のチェックアウトを済ませて、でレンタカーはこれ乗り捨てで OK ですっていうことだったんで、港で返すと。で11時の連絡船に、11時20分かの連絡船、定期船に乗れるんで戻れそうですね、式根島に。もう一勝負いきますか。中田レンタカーさんお世話になりました。この中田レンタカーさんっていうところはね、乗り捨て OK だったんですよ。だからすごい助かりました。島のどこにこう置いてても回収に来てくれるみたいで、だから港で、乗り捨てでもう一回式根島に行ってきます。ありがとうございます。またお世話になります。戻ってまいりました。マックスあさっての朝一の定期船で帰って飛行機で帰ればなんとかなるそうで。部屋はね、まあ、そのままになってるから。じゃあもうありがとうございます。また入ってありがとうございます。再びここでできることに感謝するべきだな。引き下がれないよ、こんなところで。ヒットジグを置いてってくれたんで、これでねやってみます。絶対にリベンジします。僕は居残ることにしました。2日ほど伸ばして、はい、限界まで。この15度っていう水温は、15.9 度っていう水温はこの時期の式根としては低い方なんですか、高い方なんですか？通常と比べても低いんですか？20度以上あったの。この間まではなんかすごい高かったんですよね。だからね、ずっとあったんですよ。そのでも20度っていうのは異常に高いんですよね、普段に比べたら。海の中変わっちゃったもん。ダメ。もうね、海藻が生えない。なんからしいですね。なんか海苔が取れないって新島の人言ってました。海苔はね、水温が低い時と潮が濁った時ね。1回ぐらいかけてみたいけどな。戻りました。暑い。こうやって融通聞かせてくれるのはなかなかないと思います。やっぱりこう夕間詰めとかはやりたいからね。そうなんですよね。やっぱ宿でご飯っていうと7時とかが多いじゃないですか。7時とまあ6時ぐらいとかが7時が多いんで、そうするとなかなかね。遅いところで7時か。うちのあたりは6時。そうですね。色紙用意してあるんで。本当ですか？ただ今時ってもしかしてサインってアナログすぎちゃって、なんか今時の有名人ってあんましないのかなと思うけど、決済ですかサインって？いや、僕ごめんなさい。腕が痛いな結構。今日が限界だな。しかも昼から風向きが変わってほぼ正面というかこっち側から吹くのかなになるんで、それで14メーターとかなんで多分釣りにならないだろうな。多分やれるのは朝のうちだけ。いや、髪なんか抜いてる人いないよ。そうですか。長く使ってない感じですか？いや、このくらい使ったんだけどかかるから。一回かかったらずっとかかるからさ、これ。ちょっと今かかりそうでした。かかった。これでバッテリーが充電されるから。大丈夫だから。ありがとうございます。じゃあちょっとお借りします。うわ、レンチャリなんて久しぶりに乗るな。式根島なんて暖かいところなんだろう。突風というか爆風だな。逃げたいけどな。ぶっちゃけ逃げ出したいよ。だけどもう今日はね、船が出ない。この島から出ることはできないし、退路はないんだよ。ベタなぎ、昨日ベタなぎだったから全然何もなかったけど、よっぽどマシです。まだこの方が、ただ結構きついですけどね。体力持ってかれるけど、あんまりでもその波がかぶるほどじゃないから、風でこうサワサワしてるだけなんで、まあ体しんどいけど釣りにはなるんで。
旦引こう。ちょっと無理だ。ちょっとお借りしたバイクで島でも巡ろうかな。わあ、すごい綺麗なとこ。あ、新島と同じ砂質だ。ガラス質というか細かい透明な粒子だ。うわ、すごい。こんなとこ行くの？あの先に温泉があるの？すごくない？すごい。人中の人だよ、本当に。あ、結構暑い。かなり暑いわ。45度はあるかな。あ、かなり暑い。書いてありましたけど、この海の水が流れ込む量によってはかなり熱いって書いてありました。だからね、やっぱしょっぱいですね。海水も混じってるんでしょうかね。おー、すごい綺麗。なんかちょっとした登山でもしてきたような気分だ。島一望できる感じかな。なんかね、雨降ってんのかなと思ったんですけど、違うんですよ。見えるかな。この下から下の波がこう、なんていうんですかね、風で舞い上がって上にブワーって風で来てるんですよ。だからしょっぱいんですよ。この水滴がいっぱいつくんですけど、塩水がこんな 100m ぐらい 200m ぐらいかな、巻き上げられてくる。すごい風。キハダマグロを追って新島からで式根島に来てたどり着いて、頑張ってねいろいろやってみたんですけど叶いませんでしたね。もう敗北続きで今回は全然ねダメでした。でいろんなこともあって悔しい思いもして、で今回そうだな、まだ僕には早い魚なのかなってちょっと思いました。ただいつかはね、キハダマグロこの岸からねショアから釣ってみたいです。なのでねまだまだ夢は追い続けようと思ってます。今回はもう負けを認めて、撤収することにします。もういい加減ね次の旅先に向かいます。1ヶ月以上も止めさせてもらってありがとうございました。鹿児島空港さ、意外と広いな。あ、来た。俺さんのメインターゲットはやりました。いただきます。いただきます。今ですね、男女群島長考が終わった翌日の朝なんですけれども、どうしてもですね、式根島のキハダマグロがですね諦めきれなくて、でね、話によると地元の人からの連絡によるとまだ釣れてるらしいので、これからねちょっと予定調整してもう一回リベンジしに向かおうと思います。最短で行ければ今日発の佐賀空港から東京に出る飛行機に乗って
でその足でですね、今日夜22時発竹芝、東京かな発の、フェリーに乗って明日には式根島に着けるというスケジュールです。まあね、めちゃくちゃハードなんですけどね、やっぱ、チャンスがあるうちにね行かないといけないと思うんで、疲れた体に鞭を打っていこうと思っています。さあ、あんまり時間がないんでね、急いでパッキングします。はい、パッキング完了です。このカルティワさんの激闘バッグと、この激闘ロッドケースと、あとこの手提げカバン、これ全部でね何キロぐらいあるんだろう。まあ、確実に25キロぐらいはありそうですね。危険物はないです。あれが釣り竿です。釣り竿です。はい。釣り竿は屋久島ぶり。お疲れですね。いや、屋久島ただのに疲れたわ。ななちゃん、ななちゃん久しぶりやね。で、こちら本日乗船式根島行きですので、こちらは名前と住所と電話番号。はい、今ね高速船の乗船手続きを終えてきました。このね長い釣り竿ケースと、こういう大きい荷物乗せてもらえるかどうか不安だったんですけど、この辺は手荷物で全然問題ないということで、これもですね一応預け荷物でプラス1000円ねかかったんですけれども、乗せることができるみたいです。このね激闘のバッグ、185だったかな、かなり大きいんですよ。でも乗せることができましたね。で最近いろんなところうろちょろしてるんですけど、あれですね、空港からどっかに行くリムジンバスというか高速バス、あれだけは乗れなかったですね。他のね公共交通機関は大体行けます。飛行機とかも。で新島行きとかのね小さいその飛行機も大丈夫ですね。あ、またお世話になります。ありがとうございます。上がってるみたいで。まだもう今朝もう上がって、あ、そうですか。今やっとさばき終わって。あ、そうなんですか。30キロ40キロぐらいのはまだダメだね。あ、そうですか。50キロ以上になると美味しいですか。今日さばいたのは身がもうピンク色だった。でも今の話聞いたら50キロ釣りたいですね。美味しい方が嬉しいですね。美味しい方。あ、お久しぶりです。またお世話になります。よろしくお願いします。急ですいません。いつも。僕昨日まで男女群島っていうところにいたんですよ。その釣りの目的で。遠いね。はい。昨日までいて、今日来ました。式根島で。戻りました。頑張ってください。はい。早速。また。あれお仕事今日はあれですいいタイミングで、はい、あ18時半ぐらいからジグに変えて、ジグがどういうわけか当たるんですよね。ジグの方がいいんですか、夕方は。18時台、もう18時半になると夕方はジグですか。じゃないですか。ああ、グロー系の。でグロー系と思ってたんですけど、グロー系を持ってた人が投げたらそれも食ってましたね。ああ、結局何でもいいんだ。そこの方に沈めてやった方がいいですか。行くのかもしれないですね。メインラインは PE65300m で、リーダーは、150ポンドのナイロンをね2広ちょっとですね、ちょっと長めに取ってあります。じゃあいけそうですね。別にこれ持ってなくてもかけちゃいさえすれば、これを引っ張ればいい。すごいな。3日前かな、3日前に2本釣ったんだよ。今多分ここ日本で一番暑い場所ですよ。多分そうだよね。はい、間違いねえと思う。日本一暑い場所ですよ。で船で今日行ったけど、船では当たんねえ。不思議でしょうがねえ。船で釣れないのにこんなとこ釣れるんだ。なんかあんだろうね。何があるんでしょうね。このやっぱ流れはいつも出てるんですよね。出てる。なんでここに寄るんだろう。よし。
再戦です。キハダマグロはね結構その音に反応するらしいんで、まずはポッパーで。日中でも釣れる可能性はあるからな。やっぱやらないとな。基本朝言うらしいんですけどね。あ、出た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 な。出た出た出た、うわー出た出た。出た。開始3投目で出たんですけど、すげえ出たよ。マジか。あ、出た出た出た、来た来た。あ、出た出た出た、来た来た。あ、切れた。嘘。うわ、なんで切られた。くっそ、出たな。いるいる、マグロいる。くっそ、切られたな。いいのでラインシステムが甘かったかな。切られた。くそー、切られた。くそー。おお、すげえ、でかいっすね。何キロぐらいですかこれ。いや、50、60。出るんですね、昼間でも。いや、お兄さんが出なかったら、多分俺が魚呼んだんですよ。いや、本当に、2人で。僕リベンジ戦なのにな。2人で言ってたのが、昼間投げても釣れねえしなとか言ってた。なんでだろう。でもあの感じはどっか傷入ってたのかな、ライン。いや、このラインほぼ新品なんだけどな。なんで切れた。ノットがうまくいってなかったのか。P で切れてたんですよね。メインラインが切れてた。こんな大物相手にするのはまだ早いってことなのか。いや、弱腰になってはいけないよ。するんだよ。ほんと一瞬の試合で回ってきたんだろうな。立て続けにヒットしましたもんね、周りの人も。すごいわ。くそ、あの一瞬の試合で勝負をつけられなかったのは大失態だ。やっぱ音なんだ。あの後ミノを投げても食わなかったもんね。ホッパーなんだよ。くっそ、出たなあ。出たか。やってしまいました。いや、開始3投目で出たんですよ。3投目で出て、マジかと思って次投げたらヒットしたんですけど、多分ノットの組み方が悪かったのかすぐ切れちゃいました。式根島ってルアー買えるとこあるんですか。お店あるんですけど、はい。60g ぐらいの釣りしかない。ポッパーとか売ってないですよね。ポッパーとか売ってない。ああ、もうクリア系のポッパーしかなくて、なんか微妙じゃないですか。本当ですか。ダックダイブお借りしました。クリア持ってるんですけど、クリアしかないんですよ。あとなんかクリアってね、こう目立たない気がして、マイクロウェイトパターンでもないし、どうなんだろうなと思って、
たのでお借りしました。このルアーもね結構いいんですけどね、ポッパー的にも使えるんで、ただ飛距離はラックダイブの方が出る。無駄ね、ダメ。無駄ね、ダメ。よっしゃ。うわこっちに泳いできてる。そんなにでかくないのかな。よっしゃ、今度は大丈夫そう。絶対取りたいぞ、今度こそ。うわよし、いける。今度はちょっとでも鎧が緩めました。寄ってからが長いですか。しゃあ、取りたいな。よし、今のうちに回収しとこう。あ、そんなに大きくないな。上がるかな、もう。よし、空気せ、オッケー。まだいけますよ。うわいやいや、素人なんで。いや、素人。真下は嫌。これ結構でかい遊具ぐらいあるんじゃないですか。浮いた。もう一回行くかな。完全に浮いてから逆入れた方がいいですよ。どこでもいいですか。お任せします。はい、ありがとうございます。引っ掛ければ。どうやればいいか。横の方がいいんです。やばい。よし。もう一回行くか。ゆっくり行きましょう。もう一回回って。大変ですね、本当に。沈んでいく。どこでもいいですか。はい、お任せします。もう。あそこのエラのところにかかんないかな。ルアーがやばい。
缶抜きには刺さってる。難しいんですね、結構。あ、今だ。怖っ。ごめん。もう一本いきます。もう一本いきますか。さあ、どうす。やったー。よっしゃー。おめでとうございます。おめでとうごありがとうございます。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 ありがとうご
やった逆かける人ともあれ竿を持ってる人と。これで何キロぐらいですかね。30ぐらいありますかね。10ぐらいですかね。ちょっとぐらいですかね。ありがとう。おっしゃー、やりましたよ。やりました。多分なんですけど、推定25から30あるかないかぐらいなのかなって周りにいた方に聞きました。キハダマグロですね。何度目の正直、3度目かな。勝ちましたよ。ほら、おっしゃ。これね、人生最大魚ですね。まさか人生最大魚マグロをね、堤防から釣るとは夢にも思わなかったですね。やりました。重たい重たい。ありがとうございました。ダックダイブおかげさまで。どこだろう。この辺？どっかそのついてないのかな。よくでもみんなこの辺から行ってますけどね。ありがとうございます。乗せちゃっていいんですかこれ？血ついちゃうけど。あ、もう大丈夫。ありがとうございます。じゃあお借りします軽トラ。はい、どうぞ。ありがとうございます。宿の人に軽トラ借りたんですけど見てくださいこれ。この絵面面白すぎないですか？なんかアザラシでも乗ってるみたいなよし、じゃあこれで、宿まで運んでさばかしてもらいます。よし、じゃあちょっと計測してみます。よっ、あ、これいいや。こんな感じです。このケースがね1キロ弱なんで、測りがね今こんな感じです。30キロを指してるんで、まあ、29キロですね。いやー、これででも29キロか。よし、じゃあさばきます。よいしょ。なんかまな板の上に乗せると魚って大きく見えますよねこの真ん中をさ、はい、ズボーっと。あ、じゃあ5枚に下ろす感じですか？そうそうそう。ヒラメみたいに。これでこうやって1枚ずつ取ってくっていう。ああ、うん、わかります。いや、なんかどうさばいていいかわかんないよな。身が分厚すぎる。すごいや。ひっくり返せないよこれ。どうやってひっくり返すんだよこれ。よし、来た。よし。もうね、すぐさばかないとあれなんですよ。保管するとこないんですよね。よし。バキッといったぞ。見てくださいこれ。頭だけでこの衝撃。僕の顔より全然でかいですね。でかい。縦に入れて1234とヒラメみたいに5枚に下ろします。そうじゃないと無理だよな。ちゃんと血抜きとかできてないだろうからな。美味しいかどうかって言ったら分かんないけど、食べてみたいよな。うわ、すごい身の量だ。うわ、片身だけで割とでかい青物を釣ったぐらいの重量感があります。ただね、
身はほらご覧の通り赤身ですね。あんまり脂が乗ってるっていう感じはなさそう。まあちゃんと締めたりとか、あと血抜きとかもねちゃんとできてないから、もっとちゃんと処理すればもっとねいいのかもしれないですけどね。マグロはこのピンピンの背びれとこの刃物みたいに切れるんじゃないかっていうぐらい、この鋭い尻尾がかっこいいですよね。モンハンだったらこれ絶対武器の素材ですね。はい、やっと解体終わりました。結構身が残っちゃって下手くそですね。とりあえず3分割ぐらいにしてブロックにしときます。そうじゃないとね入れるところがまずないんですよ。本当ですか？まあ、魚さばいてるんで、僕いつも車の中で魚さばくんで、まあとは大きい小さいがある、あ、はい、似たようなもんですね。なんかその手間的には。腹だけ取ってさ、寝かすのが一番いいんだよ。そうですよね。ちゃんと血抜きして締めてやればもっとよく美味しくなるんだろうけどな、赤身でも。見てこれ、さばいてこの量ですよ。多分これだけでも10キロ以上は確実にありますね。すごいわ。はい、とりあえずね、無事29キロのキハダマグロさばき終わりました。でやっぱりね、鈴戸さんのご主人が言ってるように、50キロ超えないと脂が乗っている個体は少ないってことだったんで、揚げてみたらやっぱりね、さばいてみたらやっぱり赤身でしたね。あかん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 。いけー。せーの。よいしょ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 。